俺のターン。ドロー。山をセット。太陽の指輪。忘却の偶像を唱える。早いな。俺の統率者はナックルズさえ一度な。分散した力に決定打は生まれない。一人に集めた力ならその一人を止めれば済む。だから止められる前に粛清する。ターンエンド。私のターン。ドロー。平地をセット。私の統率者はファルコンとレッドウィング。一人で勝つ必要はない。前へ出れば戦力は増える。数を増やすほど失う盤面も大きくなる。失ったならまた編成すればいい。ターンエンド。私のターン。ドロー。山をセット。私の統率者はハントの弓使いロングショット。大きな一発はいらない。止まらず続けばいい。連鎖に頼るなら一つ止めれば途切れる。その頃にはもう火は放たれている。ターンエンド。私のターン。ドロー。乾燥大地をセットして起動。灌漑農地をタップイン。私の統率者は粉砕者。フェリー。違いはまとめれば力になる。それぞれを一つの戦力でつなぐ。違いを抱えるほど完成まで時間がかかる。ソ連全土にラテン語教育を行うようなものだ。だから先に基盤を作る。ターン終了。俺のターン。ドロー。山をセット。統率者ナックルズさ一度な。召喚。まずは口だけではないと証明しよう。戦闘だ。ナックルズでトルーマンを攻撃。言ったはずだ。その一人を止めれば済む。ルケへの道でナックルスを追放。山をタップイン。それだけでは止まらん。ターンエンド。私のターン。ドロー。平地をセット。秘技の印鑑。石鍛冶の傑作を唱える。こちらも編成を始める。ターンエンド。私のターン。ドロー。発明博覧会をセット。ターンエンド。私のターン。ドロー。8日弁の木立をセット。打ち砕かれた戦闘。オゾリスを唱える。まずは基盤を整える。随分と時間をかけますね。君ほど結論を急ぐ必要はない。ターン終了。俺のターン。ドロー。山をセット。統率者ナックルズ再召喚。復帰が早い。止めたのは一度だけだ。戦闘だ。ナックルズでトルーマンを攻撃。通す。宝物を2個生成。これが次の攻撃を呼ぶ。忘却の偶像を起動しワンドロー。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。平地をセット。統率者ファルコンとレッドウィング。召喚。統率者の板金鎧を唱える。次はこちらが前に出る。ターンエンド。私のターン。ドロー。工業広告ウィンドブルームをセット。土地を置くだけか。この席にはまだ早かったんじゃないか。精一杯頑張りますよ。ターンエンド。私のターン。ドロー。マナの合流点をセット。オルサンクのパランティールを唱える。そのまま終了ステップ。パランティールが誘発。戦術に2枚ともライブラリーの下へ。スターリン選んでもらおう。カードは引かせない。1枚切削。3点だ。ターン終了。俺のターン。ドロー。最短の刃ラエリア召喚。戦線は広げるのか。戦線は広くていい。決定打だけを一点に集める。戦闘だ。ナックルズでトルーマン。ラエリアでルーズベルトを攻撃。ラエリアが誘発。ライブラリートップを追放。プラス1地カウンターを置く。ブロックしない。こちらも闘争。宝物を3個生成。戦闘後山をセット。忘却の偶像を起動しワンドロー。劇場を召喚。ファルコンとレッドウィングに4点。編成される前に一度叩く。簡単にはいかないな。ターンエンド。私のターン。ドロー。取引を唱える。対戦相手は1ドロー。私は3ドロー。太陽の指輪魔女恵みの草地をタップイン。編成は少し遅れたが止まったわけではない。ターンエンド。私のターン。ドロー。発熱の儀式永遠は触れの杯多重キッカーに。今度はマナを伸ばすだけか。できることからやってますよ。ターンエンド。私のターン。ドロー。トレンザロアの時計塔をセット。時間カウンターを置く。培養ドルイドを召喚。打ち砕かれた戦闘。オゾリスを起動。培養ドルイドにプラス1カウンターを2個置く。時間も成長も同じ盤面へつないでいく。また基盤作りか。いつも間に合うとは限らんぞ。基盤は選択肢だ。終了ステップ。パランティールが誘発。戦術に2枚ともライブラリーの上へ。また君に選んでもらおう。スターリン。カードは引かせない。2枚切削。スターリンに9点ダメージ。代償が大きくなったね。引かせるよりはいい。まだ払える。ターン終了。俺のターン。ドロー。戦闘だ。ナックルズでトルーマン。劇場でフルシチョフ。ラエリアでルーズベルトを攻撃。全員に圧力をかける。まだ標的を1人に絞る局面ではないが、
次の決定打を蓄えるためでもある。ラエリアが誘発、ライブラリートップを追放し、プラス1、1カウンターを置く。ブロックなし。私もだ。私も対戦相手ですね。宝物をもこ生成、ここは大きいね。忘却の偶像を起動し、ワンドロー、戦闘後、ニクスの祭典、ニクソスをセット、鏡割りの偶話を唱える。ゴブリンシャーマンを生成、ニクソスを起動し、赤6マナ生成、マナも潤沢。戦闘の祝賀者を召喚。次は一度の戦闘では終わらないと。一攫千金、宝物を1個生成、フラッシュバックで唱え、さらに宝物を1個生成、盤面も資源もこちらが先だ。ターンエンド。私のターン。ドロー。ならば、その戦力は、ここで一度解散だ。大軍退治、すべてのクリーチャーを破壊。兵は消えても補給線は残る。だが、こちらが先に編成する。統率者、ファルコンとレッドウィングを再召喚。ターンエンド。私のターン。ドロ。統率者、ハントの弓使い、ロングショット。ようやく展開してきたか。ようやくです。モックスアンバーを唱える。ロングショットが誘発。核対戦相手に2点ダメージ。おい、俺を巻き込んでいるぞ。アメリカ側には合計4点です。同士差し引きではこちらの得ですよ。チャンドラの焼却者を召喚。ターンエンド。私のターン。ドロー、統率者、粉砕者、ペリー、縦カウンターを置く。遅い。だが放置すれば面倒になる。子連れの調合をセット。そのまま終了ステップ。パランティールが誘発。戦術に2枚ともライブラリーの上へ。今度は君に選んでもらおう。1枚ならどうぞ。ワンドロー、ターン終了。俺のターン。ドロー、鏡割りの偶話、2章、2枚捨て、2枚引く、山をセット、一室への恐怖を召喚、1枚捨て、1枚引く、運任せを唱える。なかなかの立て直しだね。補給線があれば再建はできる。ニクソスを起動し、赤5マナ生成、統率者、ナックルズを再召喚。戦闘だ。ナックルズでトルーマンを攻撃。ブロックなし。そろそろ統率者ダメージの蓄積が気になるな。宝物を2個生成、忘却の偶像を起動し、ワンドロー、戦闘後、トラブルメーカー、ジャクシスを召喚。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。平地をセット。統率者の板金鎧をファルコンとレッドウィングに装備。不運な随行員エベレット・ケイロスを召喚。あれはもう手を出しづらいですね。戦闘だ。ファルコンとレッドウィングでスターリンを攻撃。ブロックできん。ファルコンとレッドウィングが誘発。トリオ5体生成。プラス11カウンターを置く。見事な再編だ。流すタイミングはこちらが選んだ。再編もこちらが先だ。石鍛冶の傑作をトリトー君に装備。先に叩いた判断は間違っていなかったようだが、それでも止めきれなかった。ターンエンド。私のターン。ドロ。バジリスクの首はロングショットが核対戦相手に2点。チャンドラの焼却者が誘発。ペリー、一室への恐怖。トリトー君に2点。ペリーの縦カウンターが外れる。稲妻のすね当てを唱える。ロングショットが核対戦相手に2点。チャンドラの焼却者が再び誘発。おい、今度は俺の盤面まで焼いているぞ。アメリカ側は2人分です。差し引きではさらに得ですよ。得をしているのはお前だけだ。稲妻のすね当てをロングショットに装備。永遠種ネヘル。戦闘だ。チャンドラの焼却者でルーズベルトを攻撃。ブロックしない。戦闘をネヘルが加18マナ生成。18マナ。精一杯ありますよ。上乱のドミヌス、ソルフィムを召喚。ダメージ倍だな。ドブヒソミを召喚。ドブヒソミに稲妻のすね当てを装備。バジリスクの首輪をロングショットに装備。ロングショットに稲妻のすね当てを装備し直す。灼熱の目。ロングショットが誘発。ソルフィムでダメージが倍化し、核対戦相手に4点。火力をつなぎ始めた。問題はどこまでつながるか。指輪が誘惑。フラッシュバックを唱える。対象発熱の儀式。ロングショットが4点。ドブヒソミが4点。灼熱の命が4点。核対戦相手に合計12点。こちらはまだ基盤を作り終えていないんだがね。見聞いた。得をしたのは本当にお前だけだな。2人を一度に。発熱の儀式をフラッシュバック。さらに12点だ。この席には早い。は取り消そう。精一杯やった結果です。それに個人崇拝では盤面の外までは見えませんよ。今回は私の勝ちです。見えている盤面への対応を優先しすぎた。ニキータの脅威が形になった時にはもう遅かった。基盤を作ることに時間をかけすぎた。ペリーもカウンターも完成する前に決着してしまった。全体除去もその後の再編も狙い通りだった。だが
フルシチョフを脅威と見るのが遅すぎた。勝因は脅威を見せる前に準備を終えたことです。見えた頃にはもう火は放たれていました。大きな一発はいらない。止まらず続けばいい。最初に言った通りです。